お金の不安がなくなる小さな習慣。不安になる必要なんかなかったんじゃない。安いからではなく、必要、好きだからで買う。百貨店のバーゲンやネットショップで、本日まで半額、2個まとめて何割引き、なんて表示を見つけると、安さにつられて、今買わなきゃ損、いつか使うから、とついつい買ってしまうことはありませんか。しかし、安いから買うという習慣は節約しているようで一番の無駄遣い。安いからと購入した服は押し入れの奥にしまわれていたり、食料品は食べきれなかったり消費期限が切れてしまったり、買ったことさえ忘れているものもあります。安いから買ったを繰り返している人の家は大抵物が溢れているはずです。一方、賢いお金の使い方をしている人の判断基準はあくまでも今の自分にとって必要か、自分が本当に気に入っているか。だからじっくり吟味して買うし、必要でないものはどんなに値段が安くなっていても見向きもしません。私は買うかどうか迷ったとき、迷う理由が値段なら買え、買う理由が値段ならやめておけ、と自分に言い聞かせます。値段が高すぎるなら迷うこともしませんが、ちょっと高いけどどうしようと迷うのなら不可能ではなく、それだけ気に入っているということ。逆に安いから買っちゃえとなるなら、何かしらマイナス点があるということなので、無駄遣いになるのがオチ。そもそも安いからと買ったものには愛がないのです。少々高くても本当に欲しくて買ったものは愛があるので、使うたびに気分が良く大切に使おうとします。好きなものだけに囲まれて暮らしている人の家は心地いいはずです。値段で選ぶのではなく、本当に必要なもの、気に入ったものを選ぶという習慣がお金を大切に使い、お金と仲良く付き合っていく基本になるのです。迷う理由が値段なら買い、買う理由が値段ならやめておきましょう。普段はちょっと節約、こだわりたいところはちょっと奮発する。かつて私が居候していた家の主人は80代の女性。普段は質素な暮らしでしたが、ふと海外の秘境に出かけたり、お寺に寄付をしたり、いつか入る老人ホームの入居費用を前払いしたりと、ポンと大金を出す人でした。彼女がよく言っていたのは、お金の使い方は水道の蛇口と同じ。水の容量は限られているから、普段は蛇口をしっかり閉めておいて、いざ出したい時にジャッと開けばいいのよ。つまり、水が流れるようにダラダラとお金を使っていては、いざ出したい時にお金が残っていない。普段はちょっと節約して、こだわりたい点でちょっと奮発する。メリハリのあるお金の使い方が大事なのだと教えてくれたのです。確かにずっと節約ばかりでは心が疲弊してイライラで家族がぶつかったり、ストレスの反動で衝動買いしたりして本末転倒。一方、いつも財布の紐を緩めて散財してばかりではお金の不安がついて回るでしょう。お金がないと嘆いている人の多くは大きな出費があるのではなく、小さな出費をちょこちょこ重ねているから、いつの間にかなくなってしまうのです。ここはお金をかけたいと思う点は人それぞれ。毎年夏の音楽フェスに行きたい。写真館で家族写真を撮りたい。本にはお金をかけたい。などいろいろあるでしょう。そんなここぞのために無理のない程度の節約をするのです。節約とは安いものを買ったり何でもケチったりすることではありません。自分にとって必要なこと、不必要なことを分かって無駄な出費をしないことです。節約と奮発のメリハリをつける習慣は単調な毎日に活力も与えてくれます。それに体の健康と同じで、欲しいものを何でも買うより、普段は少しの自制心を働かせて腹8分目ぐらいにしておいた方が心の健康にいいのです。あると便利と買おうとするとき、なくても済むと言い換えてみましょう。人を変えるのも未来を変えるのも日々の小さな習慣の力です。毎日繰り返される習慣は
コツコツ投資することと同じ、自分の中にある資産を増やしていくことになります。お金を稼ぐ力やお金を使う力も日頃の習慣によって養われるもの。いい言葉や行動、考え方の習慣は頭であれこれ考えなくても自動的に人生をいい方向に連れて行ってくれます。お金の不安がない人というのはただお金を持っている人ではありません。お金がある程度あっても働く意欲がなくて浪費癖のある人であれば不安でたまらないでしょう。お金は安心を変える便利な道具ですが、その扱い方を知らないと満足する人生にならないばかりか、自分を傷つけることになってしまうのです。お金の不安がない人はどんな未来がやってきても何とかなると思える人です。安心とはお金がなければ得られないわけではありません。例えば貯金がなくても仕事で得たスキルや知識があって何かと声をかけられる人。年金暮らしでもうまくやりくりして豊かに暮らす知恵のある人。その時その時で助け合える人間関係を築ける人であれば、お金よりよっぽど安心感があるでしょう。お金を持つこと、増やすことも大事ですが、まずは自分の中の生きるための資産を蓄えて、お金に選ばれる人になることが先決なのです。この本は、そんな安心感、信頼感のある人になるために、今日から実践してほしい習慣を集めました。仕事術や節約術、財テクを書いた本ではありません。お金の不安をなくし安心して生きていくためにはどうすればいいかということだけにフォーカスして、賢いお金の使い方、稼ぎ方、貯め方、人との付き合い方、時間の使い方、暮らし方、考え方の習慣を書きました。これらの習慣を重ねるうちに、まあなんとかなるでしょうという自信が湧いてくるのを実感するはずです。習慣にするためのコツは、今すぐできる、ものすごく簡単な習慣から一つずつやってみること。一つでも実行できたら、よしよしと自分を褒めてあげてください。バカバカしいようですが、意外と効果があるのです。習慣は小さなこと、快感があることでないと続かないという特徴があります。よしよし、よくできた、いいね、と意識して声をかけていると、自然にやろうとする気分になるものです。繰り返しますが、なんとかなるという自信は日頃の習慣によって養われるものです。この本があなたがこれからお金や生き方について考える作戦会議の相手になれたら本当に幸せです。あなたの毎日が安心できて豊かで幸せに満ちたものになることを心から願っています。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回はお金の不安がなくなる小さな習慣という本をご紹介します。皆さんはお金と聞いてどんなイメージを持たれますか？大丈夫、たっぷりあって満足と思えればいいのですが、大抵は足りない、増えない、たまらないって思っているのではないでしょうか。そう、多くの方はお金イコール不安に結びついてしまっています。そのマインドのままではいくらお金が増えても不安のままなんです。だから今日からお金の考え方、捉え方を変えましょう。そうすることでお金が循環するようになり、同時に心も体も整っていくんですって。著者は有川真由美さん。50を超える職業経験や40カ国以上の旅行経験など、ご自身の体験や経験をもとにした書籍を続々刊行されており、コンスタントにベストセラーを出し続ける有川さん。有川さんの本はどれも本当に素敵な空気感のものばかり。本チャンネルでもたくさんご紹介させてもらっていて、はっきり言って僕はもう有川さんのファンです。特に本書はめちゃめちゃ売れている小さな習慣シリーズの最新刊。僕が紹介しないわけないじゃないですか。お金の不安がなくなるのはもちろん、ワクワクと充実した毎日を送れるようになって、心と財布に余裕が生まれてくる習慣を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。
このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。物より経験にお金をかける。若い女性がこんなことを言っていたことがありました。高いお金を出して旅行するなんてもったいない。ブランドのバッグを買えば形として残るし、売ることもできるけど、旅行は何も残らない。いえいえ、むしろ逆なのです。物の価値はよっぽどのレアな値打ち物でない限り、買った時点からどんどん下がり、劣化や破損もするもの。一方、自分の中に蓄えた経験は確実に残り、命ある限り生かされ続けます。稼ぎ力を高めてかつ人生を楽しんでいる人は、ほぼ例外なく、物より経験にお金をかけるという習慣があります。お金をかけなければできない経験があるのは事実。世界遺産を見に行く、音楽ライブを聴きに行く、など五感で味わった経験は、記憶が薄れても知識や知恵、想像力、洞察力、行動力など血や肉と同じように自分を形作っていくのです。私は20代の頃は仕事漬けになることがより稼ぐ最短の道と思っていました。しかし、このままでは収入も環境もさほど変わらないと痛感し、30代以降は収入を物や貯金より先に経験に投資してきました。すると自分がアップデートされるほど収入も環境も人間関係も変わっていったのです。例えば一流の仕事人に会う、優れた作品に触れるという経験を重ねるうちに仕事への意欲も高まって試行錯誤するように。また一人旅や留学の経験をして度胸がつき、積極的に新しい人間関係に飛び込めるようになりました。それに小さなことでも習慣的に新しい体験をしているとワクワクすることが増えて毎日が楽しくなってきます。あれをやってよかったという満足や自信も積み重なり、経験への投資は心の豊かさというリターンにもなるのです。自分の内面を変える投資は収入、環境を変えていきます。隙間時間は読書で自己投資をする。自分を成長させるための最大の自己投資と言えるのが読書。著名な経営者、スポーツ選手、研究者、アーティストなど自分を高めてきた人は成長の段階で読書の習慣があった人が多いものです。本がどれだけ想像力を広げ人生に勇気を与えてくれるのか実感しているのでしょう。どんなに積極的に活動しても自分だけで体験することには限界があります。本を読むことで古今東西、歴史上の人物から憧れの人まで様々な人の生き様や考え方を疑似体験できる。テレビやスマホが軽いおしゃべり感覚であるのに対して、本はじっくり向き合って1対1の話し合いをしている感覚で自分の中にインストールされるのです。私も小説、ノンフィクション、歴史書、専門書、漫画など乱読しますが、特に30代の頃、人生に迷っている時、貪るように本を読んでいました。誰か私にどうすればいいか教えてと書店に行くと自分に声をかけてくれる本に出会うのです。辛い状況にいる時も様々な本に癒され助けられてきました。本を読む習慣を身につけるコツは、読みたい時に読みたい本を読むこと。ベストセラーになっているから読もうかなどと買って放置していてはもったいない。この本は今の自分に必要だ。〇〇について知りたい。と今の自分から湧き上がってくる欲求を満たすために読むのです。そのため本を読む習慣のある人は電車の移動時間やベッドで眠りにつくまでの間、仕事が落ち着いた時など隙間時間を使って数ページでも読むのです。また、この本は何度も読みたいと友達になる本を持つのも心強いもの。数千円の投資で仕事や人生の質を何倍も高めてくれる効果があるのです。
本を読むことは世界を知ると同時に自分を知ることでもあります。お金が少ししかなければそれはそれでいいと思える生き方を目指す。お金の稼ぎ方も使い方もうまいなと感じる人たちに共通しているのは、お金が最優先ではないこと。彼らはお金があってもなくても同じように意欲的に働くし、生活は意外に質素で、その分とことん自分に投資をします。お金が少ししかなければそれはそれでいいというスタンスで、できる範囲内で楽しむことを見つけるし、お金を生み出していく術も見つけるはずです。お金が少ししかなくてもいいというのは、万が一一時的にそうなってもなんとかなるという意味で、働きもせずに遊んで暮らしたり、貯金をせずに浪費したりしているわけではありません。お金は大切なもので、選択肢を広げてくれる可能性に満ちたものだということも十分わかっています。つまり、お金は幸せになるための手段であって目的ではないのです。お金がなくて不安という人は、老後にいくら必要なのか、生涯年収はいくらなのかとお金の計算ばかりしていて、ものすごく重要なことを見失っています。それは自分がどんな人間でありたいのかということ。お金がゼロになった時に自分に何が残るのかを考えると、そこに不安の本質があるように思います。お金に選ばれる人はいつも自分はどう生きるのか、どんな風に人に貢献するのかと考え続けています。結局、信頼に値する人であれば、お金はいくらでも増えるし、お金に代わる人の行為や手助けも自然に集まるのです。信頼でお金を増やせるが、お金で信頼は増えないというのがお金の本質です。お金だけが頼りとなる人は、自分よりお金を信頼しているのでしょう。お金がゼロになっても誰もが資産を持っています。健康、家族、友人、仕事の知識やスキル、生活能力、知恵、愛情、ユーモアなど、誰かを喜ばせることに変換して信頼貯金を重ねることは可能なのです。誰かを喜ばせることを考え続けていれば、お金に選ばれる人になります。漠然としたお金の不安は力に変える。漠然としたお金の不安がある人は多いと思います。それ自体はいけないことではありません。不安という感情は気をつけてという注意信号。大事なのは不安に押しつぶされず現実的に対処することです。ただ不安がっている人に共通するのは、対策を打たずにじっとしていることではないでしょうか。不安はそれに向き合い、今やるべきことをやろうと動いている時にはなくなるのです。お金があるかよりも重要なのは、次の3つの生きる力をつけることでしょう。お金を稼ぐ力を身につけること。少ないお金で暮らす力を身につけること。今あるお金を増やす力を身につけること。3は貯金ではなく、株や不動産に投資することで、投資家でもない限りこれだけでは生き抜けないでしょう。私は元気で働けるうちは、高齢でも1に時間をかけるのが一番効果があると感じます。働けなくなるのが最大のリスク。多くの組織人は収入は増えないと思い込んでいますが、力をつけて転職したり、副業や起業、フリーランスなどいくらでも方法はあるはず。どんな職種でも信頼される仕事をすればお金はついてくるでしょう。焦ることもありませんが、軌道に乗るまでは集中する時間も必要です。また、稼ぐことに限界を感じるか働きたくないなら、2を強化する道もあります。収入が少なくてもやりくり上手になり、生活の知恵やスキルをつければ楽しく生きていけますから。極端な話、自給自足する能力がつけばお金は必要ないのです。どのみち動かなければお金は降ってこないので、自分が一番苦にならず楽しめる方法で、自分の可能性を探りながら生きる力を備えてください。生きる力さえつけば、どんな未来がやってきても大丈夫です。お金がないから、時間がないから、若くないからは禁句。
これを禁句にしたらお金が回り始めたと実感するのは、お金がないという口癖。あなたの周りにもいないでしょうか。やりたいことはあるけどお金がない。お金がないから旅行に行けない。などと言っている人が。お金がないというのは厳しい言い方をすると自分への言い訳。言い訳していれば行動しなくていいし失敗することもありませんから。やりたいと思うのなら可能性はゼロではないということ。本気ならお金がなくてもどんな手段を使ってでも実現しようとするでしょう。お金がないを口癖にしていると、お金に縁がなく管理もできない人間と自分自身に刷り込んでいるようなもの。何よりかっこ悪いし、周りからも信用されず声もかけられなくなります。私はお金がない、時間がない、若くないなど一切の言い訳と何かのせいにすることをやめてから人生が180度変わったと言っても過言ではありません。最初は世界一周の船に乗りたいと考えたとき、スタッフとしての乗船が実現。留学するときは奨学金をもらって、個展を開くときは友人に額を作ってもらいました。簡単に諦めるのではなく、もしかしたらできるかも、と思うことが始まり、言い訳をしないと決めたら、本当にお金がないのか、お金を作れないか、お金を使わずにできないか、と頭をフル回転して考えるようになります。うまくいったこともいかなかったこともありますが、結果よりもやるだけやったという満足の方が大きいもの。そんな風に動いていると、見ている人は見ていて、どこからか手助けやチャンスが舞い込んでくるものです。お金というのは交換するための手段で問題解決の一つに過ぎません。言い訳をやめると、信頼と一緒にお金も引き寄せられてくるのです。お金がないは、あなたの能力を封印する呪いの言葉です。ソロでどうやって稼ぐか常に考えている。将来の不安があるかどうかは、自分で稼いだ経験があるかによるところが大きいのではないかと思います。ここで言う自分で稼ぐとは、組織に雇われることではなく、ソロで商売をすること。それがないと、会社を辞めたらセカンドチャンスがない。定年退職したらどこも雇ってくれない。など不安になりやすいはずです。会社に雇われてボーナスも退職金もある働き方が主流になったのは戦後のこと。半世紀ほど前は農業や個人商店、行商なども多く、個人間のお金のやり取りが当たり前。今も発展途上国の観光地に行くと、子供でも物売りや荷物運び、車の窓磨きなど商売をしているし、私の通っていた台湾の大学の学生たちも株や外貨取引、屋台経営などお金儲けをあれこれ試していました。そんなソロで稼ぐ習慣のある人たちは仕事がなくなってもさほど不安にならず、何かしら別の食いぶちを見つけて生きていけるものです。かくいう私も30代前半で長く勤めた会社を辞めたときは、来月から定期収入が入ってこないと考えると恐ろしくて、夜不安で目覚めることもありました。半年ほど着付け教室に通ってお客様に着付け代5000円を現金でいただいたとき、初めてもしかしたら雇われなくても生きていけるのではないかと実感。それから自分はどんな商売ができるかとソロで稼ぐ方法を常に考える癖ができ、カメラマン、ライター、講師などフリーランスで生きてきました。雇われない状態に慣れてくれば、これほど自由で心地いい働き方はないと思うほど、数千円でもソロで稼いでみると少し自信が出てきます。現代はインターネットのスキルマーケット、SNS での集客、商品販売など様々な手法があるので、副業などから小さく試して自分のできることを広げていこうではありませんか。会社に雇われなくてもできる小さな商売を一つ以上考えてみましょう。お金で買える幸せ、お金で買えない幸せを知っている。多くのものを持っていてお金があるのが幸せ、お金がないのは不幸という価値観はなんとなく人の心の中に刷り込まれているようです。しかし
お金で全ての幸せを買えるわけではないこともなんとなく理解しているでしょう。私は会社員を辞めて世界を取材しながら旅していた時、東南アジアの最貧困地域の人たちが経済大国の会社員よりも幸せそうなことに衝撃を受けました。眩しいほどの笑顔で大人は生き生きと働き、子供は元気に走り回る。夕涼みの時間は外に出てゆっくり過ごし、家族揃って食事をする時間を何より大切にしていました。幸せはどんな状態かではなく、自分がどう感じるかで決まると思ったのです。ただ、お金で買える幸せがあるのも事実。欲しいものは買えるし、安心安全な暮らしも手に入る。お金を払ってこそできる経験や学び、医療もあります。自分のできないことを他人にやってもらって時間を買うこと。プレゼントや人助けなど他人のためにお金を使うこともできるでしょう。お金があることでやりたいことをやる選択肢が増えて人生をより豊かにできるのです。一方、お金では買えない幸せとはどんなものがあるでしょう。夢を見て夢中で生きる幸せ、人を愛せる幸せ、子供の卒業式で成長を感じる幸せ、仕事の後に一杯のビールを飲む幸せ、30年ぶりに会った同級生と互いの健闘をたたえる幸せ、初マラソンを走り切った幸せ、年老いた親と公園を散歩する幸せ。美味しいものを食べて幸せと感じる快楽とは違って、本当の幸福感は自分の力を尽くすことや温かい思いの先にあるように思います。お金で簡単に手に入らない幸せだから人間にとって本質的な価値があるのでしょう。どちらの幸せも知性があってこそその進化を発揮できるのかもしれません。人とのつながり、自分を生かすことなど本能的な欲求に幸せのヒントはあります。お金がなくて陥る不幸、お金があって陥る不幸を知っている。お金があれば不幸にはならないと思う人もいるかもしれませんが、お金があってもなくてもどんな状況でも光と影があり、プラス面、マイナス面があります。お金は人生を豊かにしてくれる道具ですが、使い方を間違うと自分や人を傷つける刃物になってしまうのです。例えば資産がありすぎて相続で揉めるのはよくある話。昨今は後妻業や特殊詐欺、泥棒に狙われた話もたびたび聞きます。宝くじに当たって不幸になる原因で最も多いのがお金の感覚が麻痺して散財してしまうこととか、ギャンブルや株で得たお金もそうですが、苦労して手に入れていないのでなくなるのも早い。またお金が目的の人たちとつるんだり仕事を辞めてしまったりしては本当の友人や才能を得る機会を失ってしまうでしょう。幸せなお金持ちはお金の効力も怖さも分かっているので常に謙虚な姿勢です。お金イコール自分の価値だとは思っていないため、働くことや学ぶことをやめません。子供に対して自力で何かをつかむ機会を与えるのも賢明なお金持ちです。一方、お金がなくて陥る不幸も深刻です。こちらの方が陥る確率は高い。失業、倒産、病気などでお金がないばかりに大変な苦難にあった人もいるはずです。一番は食べ物に窮すること。イライラして些細なお金の使い方で揉めたり、家族が困っている時に援助できなかったりするのも悲しいものがあります。ただ、貧しかったからこそ家族が団結して乗り越えたという人たちもいます。私も上京した直後は3つのアルバイトを掛け持ちし、節約生活を楽しみつつも、絶対にこの場所から抜け出してやるとハングリー精神がバネになっていました。貧困を貧困と思わずに満足している幸せな人もいます。お金という道具を正しく使うためには、お金の性質だけでなく人間の性質も知る必要があるのです。お金がある、ないから不幸ではなく、結局無知だから不幸になるのです。幸せな人生を先延ばしにせず、今を楽しんでいる。私は毎日普通に働き、普通に生活していれば、それほど先を案じることはないと思っています。
ここで言う普通とは周りと比べた平均ではありません。自分の中で無理をしたりサボったり贅沢をしたりすることがなく、生きとし生けるものが自然に動き回るように、心と体を積極的に働かせて生きることです。お金の不安があるときは、来てもいない未来、過ぎ去った過去にとらわれ、生きるのはしんどいことだと思い込んでいるから不自然な生き方になってしまう。そうならないための一つのコツは、仕事でも生活でも学びや遊びでも喜びのある活動を見つけて、今を楽しみ生きたいように生きていくことではないでしょうか。人並みでなければ、認められなければなんて思うからしんどいのです。銀行や公共機関が機能不全に陥ることもあるアルゼンチンを取材したとき、こう言われたことがありました。必要な分だけ働いて、夕食は家族や友人と楽しく食べる。この国では仕事を失うのは日常茶飯事。だからどうなっても生きていけるよう、子供でもエアコンの取り付けや料理、ネイルなど複数の特技をせっせと磨いているし、人と助け合う力もある。ちなみに私の取材カメラマンをしてくれたのは14歳の女の子でした。また近所の神社で開かれる日曜市では、小学校の女の子が自分で描いた絵やいらない雑貨をくじ引きにして売っていました。周りの大人を真似て出店を運営。1回200円のくじで数千円の売り上げがあり、お客とも友達になっていたようです。変化の激しい時代だからこそ、そんな原始的な生きる力を持つことが必要だし、ほとんどの人は可能なことだと感じるのです。未来は今の積み重ねでしかありません。今できることに専念していれば、その力はお金と幸せに変わり、心配せずとも最高の状態で未来はやってくるのです。人生のどこを切り取っても、やりたいことをやって楽しいと思える毎日を。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。やっぱり有川さんの本って読むと明るい気持ちになれるし、パワーをもらえるんですよね。しかもものすごいペースで本を出されているのもすごい。以前お伝えした通り、僕も今絶賛執筆中なのですが、この筆の速さには本当に驚かされます。本書がとっても面白いのは、在テクとか節約術といったテクニック的なものを書いた本ではなく、お金というものをどう捉え、どう考え、どう付き合っていけばいいかが書かれていること。お金ってエネルギーみたいなところがあるから、自分の考え方や生き方が反映されるものだと思うんです。だから、心と体と生活を整えればお金も循環するし、お金が循環すれば心も体も生活も整ってくるんですね。つまり、お金の不安がなくなるって人生の不安がなくなっていくってことなんです。読めば絶対に気持ちが上がる一冊です。ちなみに Kindle 版には紙版にはない対談コンテンツも収録されているので、どちらにするか楽しく悩んでみてくださいね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。